ナムコの波形メモリ音源。まだ PSG しかなかった1980年頃、ナムコは新しい音色を出すために新しい音源回路を開発した。そもそも波形メモリ音源とは何か。全ての音は音の揺らぎによって耳に届く。波の横幅が短いと音は長くなり、長いと低くなる。そして波の形で音色に変化が出る。PSG 別メイク経波はその名の通り、オンとオフの1段階しかない。 FM 音源の基本となる制限波は家庭用電源と同じ形をしており、オーという音が鳴る。 CD 等で用いられる PCM 音源等の仕組みはアナログ波形をデジタルに置き換える技術で3段階に分かれる。1、音声の標本化。アナログ信号から一定間隔で信号を切り出します。2、音声の量子化。標本化した信号を量子化により数値化します。3、最後に量子化した数値を0と1のデジタルデータに変換します。波形メモリ音源は複数のメーカーから発売されていますが、標本化は基本的に32段階で共通で、量子化がナムコ波形メモリではプラスマイナス8の16段階、 SCC や PC エンジンではプラスマイナス16の32段階となります。今回紹介する3つのナムコ波形メモリ1つのチャンネルあたりの使用は標本化32段階、量子化16段階と共通です。初代波形メモリ音源、任意波形発生回路、通称パックマン音源について。この音源は後発の波形メモリ音源と異なりまだチップ化されていない。今も昔も日本一である東京芸術大学音楽部学理科を卒業し、1981年にナムコに入社された K のゆり子さんによる1980年初め頃のナムコサウンドについての証言があります。 K のゆり子さんは1985年に出産を機に退職されるまでリグダグ、セビウス、ドラゴンバスター等多くの名作を作曲されました。またナムコから戻ってきてほしいとのラブコールを受け、1987年から1989年にパックマニア、プロ野球ワールドスタジアム等名曲を作曲される。インタビュアー、なぜナムコはゲーム業界初の音楽専門職を採用したのですか？音色を作れるという点で他社よりもサウンド面で抜きんでていたため、音のプロを採用しようと思ったそうなんです。ナムコは東京芸術大学に求人を出したそうなんです。ナムコは当時知名度こそなかったのですが、面接時にこの会社は私を音楽家として扱ってくれると感じたので入社を決めました。この当時のナムコは自社で開発した任意波形発生回路、通称パックマン音源を使っていたんです。この音源は同時に3音を発することが可能な回路なんです。縦16マス横32マスの方眼紙に波形を描くと、それに沿った音色が鳴るんです。これは当時としては画期的な音源で、1980年代初頭のナムコサウンドを支えた存在だったんですよ。そしてその3音はそれぞれの音色を作ることができるんです。さらにこの音源は基盤によってはノイズを加えることもできるんです。だけどゲームのプレイ中は複数の効果音が同時に鳴るケースも少なくないので、ゲーム中のさまざまなケースを想定して、この場合はこちらの効果音を優先、また別の場合はあちらを優先といったように、まるでパズルを組み立てるかのように考えていましたよ。1983年リリースのセビウスは任意波形発生回路を使った再度のタイトルなんです。でもゼビウスでは音源はディグダグと違ってノイズありバージョンだったんです。でもノイズはメインプログラムでしか扱えないので BGM の中でパーカッションのような使い方はできなかったんです。その代わりゼビウスではノイズを爆発音に使いました。でもノイズだけでは爆発音のように聞こえなかったので、筐体がスピーカーのキャビネットのような効果があることが分かったので
それで低音を保管したんです。その興味深い証言により、ナムコ波形メモリ初代はミニ波形発生回路、通称パックマン音源と呼ばれ、3音発生可能であり、1980年のパックマンから始まり、ギャラガ、ディグダグ、1983年ゼビウスまで利用されたことがわかる2代目波形メモリ音源 C15 について、 C15 は前述の波形音を8音同時に発することが可能になった。これにより効果音と BGM を同時に鳴らすことと合わせて、一つの旋律を複数の音で奏でることも可能になり、ナムコ波形メモリらしいサウンドでユーザーを魅了した。最初の採用は1982年のスーパーパックマン、翌年1983年のパック&パルが発売され、代表作にマッピーが挙げられる。3代目波形メモリ音源 C30 について、1984年のパックランドから採用、ノイズをサウンドプログラムで扱えるようになる。 C30 は複数のバージョンが存在し、1波形あたりの音量とチャンネルがそれぞれ4ビットモノラル、15ビットモノラル、4ビットステレオと異なる。また C30 のチャンネル数は8または16、うち4つはノイズ切り替えかを選択可能だが、16チャンネルモードにおいては音質低下リスクが存在したため、実際には8チャンネルモードが使われた。 C30 音源が使われていた時期は約3年間程度と短かったですから、本来持っているポテンシャルの全てを引き出せなかったかもしれませんね、との証言もある。ここで C15 および C30 時代の代表的なサウンドとその波形を見ていこう。マッピ C15 採用、1983年5月25日稼働開始。ドルアーガの塔 C30 採用、1984年7月稼働開始。リブルラブル C30 採用、1983年12月16日稼働開始。その他パラメータ設定でナムコらしいサウンドを奏でることが可能です。1984年4月25日、日本初のゲームミュージックのサウンドトラックが細野晴臣プロデュースで発売される。ナムコが1980年から1983年にリリースしたアーケードゲームの BGM や効果音が収録されており、今や膨大なゲームミュージックのサウンドトラックが発売されて、 YouTube 等でも名曲を聴くことが可能ですが、当時は自宅でアーケードの波形メモリ音源を聴くことが画期的だった。発売後は初週5700枚を売り上げる高セールスを記録し、オリコンチャート初登場19位に入る快挙を達成した。ナムコ波形メモリ音源のその後、1980年代後半から FM 音源の時代となる。しかしながら80年代のナムコの名機版であるナムコシステム86およびシステム1では FM 音源 YM2151 と合わせて搭載されたため、
効果音専用でさりげなく使われることが多いかと思いきや、その存在感は健在であった。ホッピングマッピシステム86、1986年稼働開始。なんとせっかくの FM 音源を使わず C38 系メモリで楽曲を奏でるマッピーシリーズらしさ全開である。ワールドスタジアムシステム1、1988年3月稼働開始。YM2151 を使うのはタイトルのみで、ゲーム中はナムコ波形メモリがうなりを上げる。ファミリースタジアムの系統らしい素晴らしいサウンドである。ドラゴンスピリットシステム1、1987年6月20日稼働開始。YM2151 の代表作は何かと問われれば本作を挙げるユーザーも多いでしょう。本作を X68000 へ移植する際一つ問題点があった。 X68000 にはナムコ波形メモリ音源が当然搭載されていないのだ。ワールドスタジアムほど派手さはないが、ドラゴンスピリットでは C30 が効果音及びバックコーラスで奏でられており、移植を担当した電波新聞社は C30 の音色をサンプリングし ADPCM で鳴らすという力技を見せている。次に X68000 版をお聴きいただこう。 FM 音源の背景にコーラスの和音が PCM へ変更されており、印象が大きく異なる。またナムコシステム86およびシステム1において波形メモリを用いてパックマニアに代表されるように効果音を透明感のあるサウンドで奏でる。先に X68000 版を聴いていただこう。次にオリジナルを聴いていただこう。もはや別のゲームである。1988年ナムコシステム2発売。こちらでは強力な PCM 音源が内蔵され、波形メモリ音源は採用されることはなかった。1980年代終わり頃から FM 音源や PCM 音源が台頭し、波形メモリ音源は一つの役割を終えた。しかしその愛すべきサウンドは僕たちの成長に合わせるかのように80年代を共に過ごした。振り返ると今回取り上げたゲームたちはあの波形メモリサウンドがなかったらここまで神格化されていただろうか。今日もネットでは当時のサウンドの思い出を語る人々がたくさんいる。僕たちの息子たちは今のゲームサウンドを40年後も語り続けるだろうか。 PSG しか存在せず FM 音源は発売前であり発売後も非常に高価だった時代、ましてや PCM 音源などなかった時代、ゲーム業開発の音のプロが作ったあの透き通った音色と楽曲はイヤホンから流れるたびに夢中で遊んだ少年時代へ思いを馳せることができるのだ。もしよろしければこの動画評価ボタンを押していただいたり、チャンネル登録していただけると次の動画を作るモチベーションになります。次回も頑張りますのでよろしくお願い申し上げます。